カーウッド。日々の食料事情が自転車操業になったもののなんとか乗り切った我らがネッツ。作業をせかすために建てた主の像は賛同を得られず撤去。我らのわだかまりはなくなった。さあ開拓を始めるぞ主の像を撤去して久々に賛同が復活したので、使うかわからないけど夜間建設をアンロック。ある時にとりあえず取っとけ作戦。今はネッツたちの様子を見つつ、地道に階段の改善工事などをしております。全カットでいいレベルの地道な改善の日々。無難な一日。もう日報もカットでいいんじゃね？プロのネッツ使いはむしろこれだけ見たいもあるのでダメ。さいですか。板の家が増えてきたので一部石のシェルターを撤去しただけの日。おい。寒くなって作業の進みも悪くなっております。ってサボってんじゃないよ、このぐうたらネズミが倉庫に空きがないだけです。あ、すんません。そういや小型倉庫研究済みだった。これ立ててみましょ。でも現在板21枚と今の在庫的にコスト高め。じゃ丸太5本で作れる収納小屋も建設で。板ができるまでこっちで我慢だ。お座りネッツ。伐採所も置き場がなくて開店休業でございます。離島の開発地にも収納小屋マシマシ。収納作って丸太を消費だ。燃料専用に、炭焼き窯の隣にも、細かい改善入りまーす。倉庫問題で食料生産量落ちて、今日は消費の方が多いね。まあ備蓄があるので問題なし。寒くなって作物がなくなった木綿を育ててた畑、結局1年で肥沃度は 9% まで下がっておりました。こりゃ他の作物に変えてもダメそうな感じだね。木綿は高値の価値があるが継続栽培は難しそうだ。何を育てるにしてもここは一旦放棄した方がいいね。放棄した畑採掘して平らにならしといて。山の上で採掘、担当のネッツは体ムキムキになりそうだな。は？大変だ、20匹もネッツが凍えてるぞ。しまった冬なのに焚き火焚くの忘れてた。生命の危機を感じるほどの寒さ、これやばいかもしれんぞ。エマージェンシー、急いで焚き火に火をつけろ。定時間際にお仕事発注。そういえば台の上に設置したら焚き火の汚染防げない？そもそも設置ができません。焚き火一つも完成せずに終了時間に。そうして27匹のネッツが凍えた状態で就寝することとなった。頑張れネッツ、気合だ。気合があれば何でもできる。無論そんな根性論が通じるわけもなく、全く賛同は得られなかった。病人が出たぞー。なんてこった、凍傷で重病人が出ちゃったよ。治療用施設で看護を受ける必要があって、行えなければお亡くなりになる恐れもあるようだ。治療施設なんてうちにないよ。焚き火がついたよー、みんな集まれー。終了時間中だけど、凍えてるネッツは勝手に暖を取りに来るようだな。焚き火のそばを通った時だけ温まるかと思ったら、凍えてる時は自分で判断して温まりに来るね。これで凍える問題は解決だ。さてこっちはどうしたもんか。病、渋滞。この子、這いつくばって移動してるよ。こんな状況下でもお仕事、これはさすがにかわいそすぎるぜ。こうして寒さから脱却できたものの、7匹が病気となって1日が終了。凍傷が減って賛同は上向いたけどなかなか厳しい状況。生産量も下がってるぜ。冬で徴税人が来ないことだけが唯一の救い。だな。博士と助手、今更で悪いけど簡易治療所の研究をお願い。この施設が完成するまで病気のネッツよ持ちこたえてくれ。あれ？病気のネッツが1匹減ってる。ご臨終です。いやいや島民の数は減ってないよ。ほらまた病気1匹減ったし。温まったおかげで自然治癒したんかな？こうして自然と病は治っていき、夜にはみんな元気になりました。焚き火の初期対応を急いだおかげでギリセーフだ這いつかもしれんな。まだ這いつくばって移動してる子が、飯食って元気満タン。この子博士の助手の子、這いつくばっての研究ご苦労様でした。さてパンデミックの危機も脱したので家を改築してくぞー。地道な開拓は続く。焚き火の汚染結局抑えられず、本日も賛同マイナス。でも今日が冬の最終日、なんとか一匹もかけることなく乗り切れたぜ。パンデミックで確認すっかり忘れてたけど、これが完成した小型倉庫か。収納力は倉庫が84で小屋が34、板結構使う割に収納力は大したことないな。小型倉庫の利点は資源用コンベアが接続できることだが、霊夢がそこまで到達するのはあと1年未来の話。よっしゃー、賛同が回復したぞー。急じゃ何もできねえよ。飯がまずいとか家がボロいとか色々文句言われてるぞ。ネッツのくせに生意気だぞ。徴税人が来たぞー。やばい冬の分もまとめて取り立てなのに貯蔵がギリ足りてない。
私が猫じゃらしで接待するからその間にかき集めろ。残り22秒まで粘って、私の秘蔵の地金ちゃんを放出して、なおほぼ全てを差し出し要求切りでございます。今日のネッツのお食事はのいちご5個です。そんなに無理して魚持って帰らなくても、積載量オーバーで沈んじまえ。大補給物資はキノコ栽培。ってこの状況下で育てて食料なんとかしろと。パンとかくれよ、今日食うもんがねえんだよ。設計図は嬉しいけど新しいことに着手する余裕なし。島開拓の日常は厳しい。残りの食料が、すべての食料がなくなり空腹との戦いが始まる。でも気温も上がりおかげで山道は回復。だがその裏には食いっぱぐれた17匹のネッツがいた。昨日から意味に線待たせてたぞー。期待水準高めだけど静音の熟練職人をゲット。野いちご採取のために山道を整備中。近場は取り尽くしちゃってるから山の上まで行かにゃならん。こら業務時間中やぞ、盗み食いするな。植えてんだから許してやれよ。簡易治療所の研究が完了。なんというかもういらないです。這いつくばってまで研究してた助手が哀れ。食料なんやぞ、研究なんてしてないで食べ物を集めろ。悪徳領主は今日もわがまま。補給船が来たぞー。よしパン13個ゲットだ。これで今夜は飢えずに済むぜ。2日後の徴税が迫ってるけど今余ってるのは税に含まれない燃料くらいか。石と切り石も余って無駄に倉庫を圧迫してる。これらでうまくやりくりできればいいんだが。鳥間燃料使う予定ないし炭焼き一旦停止、納税できる丸太を使わず優先しましょ。百歩私に賛同する声がいっぱい。上からの解放に歓声が上がった。さあここを平坦化するのだ。いずれ田畑となり我らの生活の力になるだろう。採掘した後は肥沃度ゼロの石混じりの土、栽培までの道のりは遠い。密輸業者が来たぞー。待ってたぞ密輸人、ネッツたちに大量に切り石を作らせといたぞ。霊夢は切り石100個を応用して、金地金5本を手に入れた。お帰り私の地金ちゃん。意味に線が来たぞー。賛同があるうちに受け入れたいけど、ろくな奴がいねえ。一匹だけなら見習い高体温がいるぜ。一匹では足りぬ、大切に取っといている王の蜜蝋を使い再抽選だ。ネッツガチャ。匂いに鈍感な農業ギルド職員は欲しいけど、熟練職人は期待水準高いなぁ。もう一回引くか。エリクサーをラストバトルでも使わないドケチな性格のレイムさん。欲しいネッツの見極めができるようになり、貴重な蜜蝋を使いネッツガチャを回す。4回ガチャして結局1匹。農業ギルドの見習い勤勉が仲間入り、なお勤勉は 10% 作業アップだぜ。でこの子は釣りをやらせたいけど、現在埋め立ての基礎工事中。埋め立て完了、明日には埠頭の建設が始められるぜ。風開拓60日目が終了。食料も消費量より生産量が上回った。やっと運営が安定を取り戻せたぜ。さあ埠頭の建設を始めるぞー。食料増産してさらにネッツを増やすぞ。建築頼むぞワンオペ大工。徴税人が来たーので待たせとくぞ。徴税人ギリギリまで待たせるのが当たり前になってきたね。次の船も待たせられるので、翌朝まで移民船も待たせて3道増えてから入港させる小細工。でギリギリまで待たせたけど、私の地金ちゃんが3本奪われました。自分の地金は極力使わずネッツの資材は食料以外没収と、レイムさんは悪徳領主の鏡。文句も多いけどなんとかやってけそうな経営状態。地道な開拓生活だ。海賊船が来たぞー。渡すか悩んだけど機械を3つと足りない分を燃料でお支払い。機械は価値が高いけど今はニャンコからもらうしかできない。渡しすぎると後で後悔する未来もありえそうだ。大植林した荒れ地、いつの間にか伐採が始まってるねー。採掘後の肥沃度低い土地も、意外と根気でなんとかなるもんだ。収納小屋を、建てましい。倉庫じゃなくて小さいそっち増やすのな。こっちは丸太だけで作れるし、資源を少なく分散保管することで砲弾の被害の軽減の効果を期待しとります。倉庫吹っ飛ぶと中身消えるもんな。賛同がちょっとずつ増加。製作ボーナス発生時にその都度消費してるけど残ってる。生産効率も上がったかな？昨日頼んだ倉庫がもう完成。さすが博士、できる男。研究職から追われた博士、ただいま一人親方生活。お次は木の板の家の改築工事よろ。このアパートも結構でかくなってきたぜ。地獄の冬が嘘だったかのように順調な日々だね。明日の納税が1000超えてるのが少し懸念されるぜ。ご安心ください。石を金に変える錬金術が我らにはある。大ほぼ切り石だけで金地金6本。賛同が溜まってたので200使って切り株の回収をアンローク。伐採でいられる丸太の数が1個増加。これは強い。
てなわけで撤去したにゃんこ像の制作を廃止してこちらを制定。お前ら、暇そうやなぁ。今更ながらカフェワンオペで十分と気づいたレイム。てか21食しか保管できないの少なすぎ。さて生活も安定してきたし、溶鉱炉の建設をするぞー。研究済みだったのに長い間忘れられてた溶鉱炉、ついに満を持しての登場だ。これで銅の延べ棒が作れる。だが徴税で全部持ってかれたので銅鉱石はない。今回は地金2本とネッツたちの蓄えギリギリで出荷。かわいい地金ちゃんが6本も残った。悪徳領主は今夜も笑顔で金を磨く。カフェの保管量が少なくて、倉庫飯のネッツが増えてきたのが少し気になるね。カフェ増やすか？労働力必要だからダメ。ひでえ。さて待たせといた移民船の確認。可もなく不可もなく、リロード。反抗的も入れるか悩んでやめて2匹受け入れ。こいつは工業ギルド所属、今工場ネズミ足りてるんだわ。板不足で家建てられないので、適当に農場作って博士割り当て。工業ギルド所属なのに研究も工業もやらせてもらえない博士の苦悩は続く。移民受け入れと政策発動で賛同ゼロになったけど開封浮く。賛同は日々使ってなんぼだぜ。賛同150を使って露天採掘を暗路を多く。採掘速度が2倍になるが 20% で採掘した資源を失う諸刃の剣。使う予定はありません。お山の野いちご採取、ついに頂上まで到達だー。この島の天然資源の枯渇は近い。キリキリ働けー。絶妙なバランスで下まで運べ。徴税人を待たせといたぞー。今回は支払い額少なめだけど鉱石をキープするため地金ちゃん2本を泣く泣く放出。補給物資は木工所とな。木の万力、青銅の釘があれば家具も作れるようだ。青銅だ？まだ銅単品も作れてないよ。これまだ未開放のティア1のやつだ。こりゃ当分ご縁がなさそう。だな。特に進展なーし。地道な開拓は続く。移民船が来たぞー。ガチャ石温存、強力農家でフィニッシュ。密輸船が来たぞー。切り石の在庫もはけて少ないので、燃料と板で地金1本だけ交換。控えめな横領。移民船おかわり、1回ガチャして農業の才能ある教師ゲット。オラたちの村に先生が来た。この子は短い時間で指導ができるみたい。学校では所属ギルドを変更する指導も可能。使えない工業ギルドのやつを農家にするのに使えそうだ。まずは博士にお願いして、先生を含む農業ギルド職員に職人技を伝授してもらいましょ。今後見習いが必要になったら、先生に指導させる算段だな。そういえばコメント欄で教えてもらって気づいたんだけど、教育すると期待水準上がるのでやりすぎも注意。指導をすれば効率は上がるが期待水準が上がって賛同が減る。教育もノーリスクってわけじゃないってことだな。まあとりあえず先生には期待。普段は農業やってもらってたまに学校で働いてもらうよ。そこの農場なら学校も近いな。たくさん食料も調達できて在庫も200を超えました。ネッツ躍進の時代へ。お勉強頑張れー。卒業したら凄腕の漁師として働いてもらうぞ。はい定時になったから続きはまた明日ね。飯まずの文句はあるけどおおむね良好。ネッツよ、美食はお前たちにはまだ早い。先生たちの教育を待ってる間暇だったので、海底を盛り土できるかを調査中。大色の濃い深いところも普通に盛り土できそうだ。まあ隣の島に行くだけなら木で道敷けば即日移動できるけどね。わざわざネッツに埋めさせる労働力がもったいないぜ。海埋めるなら土地の確保に使うことになりそう。だな。近くに銅鉱石が少ないので離れた位置を採掘して鉱石、徴税にも使うが限りある資源、大切に扱わないとだ。徴税人を待たせといたぞー。我らの貯蔵は3500、楽勝でありまーす。制作の切り株の回収のおかげか丸太の在庫が多かったので、今回はほぼ丸太で1000超えの納税成功。大食料も地金も温存できた。制作の減った分の賛同がいい感じに回復する日々。銅鉱石も着実に増えてるし順調だぜ。はい今日も朝から移民ガチャ。密漁大事だから使いすぎないようにな。あいよ。微妙なのしかおらん。農家増やしたいから強力だけどこいつだけゲット。期待水準が 0.5 高いだけの謙虚な強力。海賊が来たぞー。機械一つと倉庫を圧迫し始めてた街頭で手を打とう。自分の地金は譲らない。レイムさんは金の亡者。学習が終わって見習いを習得したようだな。いっぱい魚取って立派な漁師になるんだぞ。隣島の階段を建設中。進捗は悪いが少しずつ採集のおかげで森が切り開けてきたぜ。こうして70日目が終了。ネッツたちの島開拓は続く。
では70日の節目になったので、腕の長い木も可愛いネッツたちを見ながら今回はここまで。冬の病気を乗り越えようやった、と思っていただけたら、グッドボタンよろしくお願いいたします。励みになります。大量の石材を加工し、切り石で金地金を手に入れたネッツ。この調子で貯蓄して見事島を発展させることはできるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。